赤ガエル、島木健作。寝っきりに寝つくようになる少し前に修善寺へ行った。その頃はもう随分衰弱していたのだが、自分ではまだそれほどとは思っていなかった。少し体を休めればじきに元気を回復するつもりでいた。温泉そのものは消極性の自分の病気にはかえって悪いので、私はただ静かな環境にたった一人でいることを欲したのである。修善寺は前に一晩泊まったことがあるきりで、別にいいところだとも思わなかったが、他に行くつもりだったところが宿の都合が悪いと断ってきたので、そこにしたのだった。宿に着いた私はその日のうちにもうすっかり失望して来たことを後悔しなければならなかった。実にひどい部屋に通されたのだ。それは3階の端に近いところで、一日中絶対に日の差す気遣いはなく、障子を立てると昼過ぎの一番明るい時でも持ってきた小型本を読むのが苦労だった。秋もまだ半ば頃なのだが、山の空気は底冷えがする。熱も少しあるらしく、ひんやりとした風が襟元や首筋に当たるごとにゾクゾクする。それに風の加減で刺繍がひどくて耐えられぬ。誰でもそうだろうが、私も体が弱るにつれて、それが悪臭なら無論、芳香であっても、すべての匂いという匂いには全くこらえ性がなくなってしまうのである。それで私はどうしても障子を立てて、一日その薄暗い中に閉じこもっていなければならなかった。私は時々立って障子を開けて、向かい側の日のよく当たる明るい部屋部屋を上から下まで羨ましそうに眺め合った。広い縁側の長椅子の上に長々と横になっている人間たちを眺め合った。客はそう混んでいるとも思えなかった。私はいきなり飛び込んだ客ではなくて、あらかじめ手紙で問い合わせてから来たものでもある。私は女中を呼んで部屋を変わることを交渉したが、少しも要領を得なかった。一人客の滞在客というこういう宿にとっての一番の嫌われ者で私はあったのだ。空いているいい部屋はいくつあっても、それらは女連れなどで来て遊んで帰る者たちのためにだけ取ってやる。その春、放送局の用事で福島県の農村地方を回った時は、土地の人にある温泉地へ案内されたが、靴を脱いで上へ上がってから泊まるのは一人だとわかると、いきなりそんなら部屋はないと言われ、ほうきで吐くようにして追い立てられた時のことを思い出した。軍需成金どもがばっこしていて、一人静かに書を読もうとか、傷ついた心身を休めようとか、そういうようなものは問題ではないのだ。そうかと思うと、一方にはまた温泉組合の機関雑誌というものがあり、我々温泉業者も新体制に即応し、国民保険の担当者たることを自覚し、などと書いて我々のところへも送ってきたりしているのである。つまらぬことに腹は立てまい。ちょっとしたことにものぼせるのは自分の欠点だ。どきほど心身を破るものはない。この頃は特にそう思い思いしてきている自分なのだが、怒りがムラムラと発してきてどうにもならなかった。このこらえ性のなさもやはり病気が手伝っていた。無理をして余裕を作り、いろいろ楽しい空想をしてきたのにと思うと、読むために持ってきた本を見てさえ忌々しくてならない。不機嫌を通り越して毒念とも言うべきものがのたうってきた。食欲は全くなかった。自分時になると無表情な不愛想な女が黙って入ってきて、料理の名を並べた板を黙って突き出す。こっちも黙ってろくすっぽうも見ないで、その中のどれかこれかを指の頭で押す。新しい宿を探してみようという気力さえなかった。
そうかといって、さっさと引き上げて帰るという決断力もなかった。自然、飯の時のほかは、外に出ているという日が多くなった。範頼の墓があるという小山や公園や梅園や、そんなところへ行って、そこの日だまりにしゃがんで、ぼんやり時を過ごして帰ってくるのだ。ある日私は、桂川の流れに沿って登っていった。かなり歩いてから戻ってきて、疲れたので、どこか腰を下ろすところと思っていると、川をすぐ下に見下ろす道端に大きな石が横たわっているのを見た。畳半分ほどの大きさで、しかも上が真っ平らな石である。私はその上に腰をかけて、額の汗を拭った。あたりには人影もない明るい秋の午後である。私は軽い貧血を起こしたようなぼんやりした気持ちで無心に川を見下ろしていた。川は両岸からちょうど同じほどの距離にあるあたりが土がむき出しになって巣になっている。しかしそれは長さも幅もそれほど大きなものではない。流れはすぐまた合わして一つになっている。こっちの岸の方が深く、川の中には大きな石がいくつもあって小さな縁を作ったり、流れが激しく白く泡立ったりしている。そこは見えない。向こう岸に近いところは浅く、川床はすべすべの一枚の板のような感じの岩で、したがって水は音もなく早く流れている。ぼんやり見ていた私は、その時、その中州の上にふと一つの生き物を発見した。はじめは土くれだとさえ思わなかったのだが、のろのろとそれが動き出したので気づいたのである。気を止めてみると、それはアカガエルだった。アカガエルとしても随分大きい方に違いない。ヒキガエルの小ぶりなのぐらいはあった。秋の日に背中を干していたのかもしれない。しかし背中は水に濡れているようで、その赤褐色はかなり鮮やかだった。それが重そうに尻を上げて、ゆっくりゆっくり向こうの流れの方に歩いていくのだった。アカガエルは巣の岸まで来た。彼はそこで止まった。一休止したかと思うと、彼は残部とばかり、その浅いが速い流れの中に飛び込んだ。それはいかにも残部とばかりというふうにふさわしい飛び込み方だった。いかにも跳躍力のありそうな長い後足が土か空間かを目にも止まらぬ速さで蹴って、ピンと一直線に張ったと見ると、もう流れのかなり先へ飛び込んでいた。さっきのあの尻の重そうなノロノロとしただるな感じからはおよそかけ離れたものであった。私は目の覚めるような気持ちだった。遠道に疲れたその時の貧血的な気分ばかりでなく、この数日来の晴れ晴れしない気分の中に新鮮な風穴が通ったような感じだった。アカガエルは一生懸命に泳いでいく。彼は向こう岸に渡ろうとしているのだ。川幅はさほどでもないのだが、しかし先に言ったように流れは速い。その流れに逆らうようにして頭を突っ込んで泳いでいくアカガエルは、真ん中頃の水星の一番強いらしいところまで行くと、みるみる押し流されてしまった。流されながらちょっともがくように身振りをしたかと思うと、それは一瞬私の視野から消えてしまった。波に飲まれてしまったのだ。私ははっと思って目を凝らした。するとやがてそれは不意に思いがけないところにぽっかりと浮いて姿を現した。中州の一番端、中州が再び水の中に没し去ろうとするその突端にかろうじて這い上がったともいうような格好で取り付いているのだった。アカガエルは岸へ登った。そこで一休みしていた。私には
その大きな腹があえいだ呼吸に波打ってでもいるような気がした。やがて赤ガエルはのたりのたり歩き出した。そして元のところへ、私が最初に彼を発見したその場所まで来ると、そこにうずくまったのである。何かを期待してじっとひとところを見つめているというのは長いものだ。それは長く思われたが、5分は経たなかっただろう。赤ガエルは再び動き出した。前と同じように流れの方に向かって、そして飛び込んだ。これも前と同じに、一生懸命泳ぎ、押し流され、水中に姿を没し、中州の突端に取り付き、這い上がり、また元のところへ来てうずくまる。何から何までが前の時と同じ繰り返しだった。そして今、不思議な見物を見るような思いで凝視している私の目の前で、赤ガエルはまたもや流れに向かって歩き出したのである。私は赤ガエルを初めて見つけたとき、その背中の赤褐色が濡れたように光っていたことを思い出した。してみると、私は初めから見たのではない。私が見る前に、赤ガエルはもう何度この繰り返しをやっていたのかもわからない。バカなやつだなあ。私は笑い出した。赤ガエルは向こう岸に渡りたがっている。しかし赤ガエルはそのために何もわざわざ今渡ろうとしているその流れを選ぶ必要はないのだ。下が一枚板のような岩になっているために、速い流れをなしているところが全部ではない。急流のすぐ上に続くところは、よどんだゆっくりとした流れになっている。流れは一時そこで足を止め、深く水をたたえ、次の浅瀬の急流に備えてでもいるようなところなのである。その小さな淵の上には、柳のかなりな大木が枝さえ垂らしているという赤ガエルにとってはあつらえ向きの風景なのだ。なぜあの淵を渡ろうとはせぬのだろう。私がそんなことを考えている間にも、赤ガエルはまたも失敗して戻ってきた。私はそろそろ退屈し始めていた。私は道路からいくつかの石を拾ってきて、中州をめがけて投げ始めた。赤ガエルを撃とうという気はなかった。私はただ彼を驚かしてやりたかった。彼に周囲を見回すきっかけを作り、気づかせてやりたかった。石は赤ガエルの周囲にいくつも落ちた。速い流れにも落ちた。淵にも落ちて、ドブンという音はこっちを見よというかのようだった。赤ガエルはビクッとしたように頭を上げたり、ちょっと立ち止まったりしたが、しかし結局予定通り動くことをやめなかった。飛び込んで泳ぐこともやめなかった。私は石を投げることをやめて、また石の上に腰を下ろした。秋の日はいつか日が陰りつつあった。山や森の影のところは薄青くさえなってきていた。私は冷えが来ぬうちに帰らねばならなかった。しかし私は立ち去りかねていた。次第に私は不思議な思いにとらわれ始めていた。赤ガエルは何もかにも知ってやっているのだとしか思えない。そこには執念深くさえもある意志が働いているのだとしか思えない。微妙な生活本能を備えたこの小動物がどこを渡れば容易であるか、あの小さな淵がそれであることなどを知らぬわけはない。赤ガエルはある目的を持って、意志を持って、あえて困難に突入しているのだとしか思えない。彼にとって力に余るものに挑み、戦ってこれを克服しようとしているのだとしか思えない。私はあの小さな淵の底には、その上を泳ぎ渡る赤ガエルをひと飲みにするような何かが住んでいるのかもしれない。あるいはまた、あの柳の大木の陰には上からひと飲みにするような蛇の類が潜んでいるのかもしれない。
というようなことも考えてみた。しかしその時の私には、そんなことを抜きにして先のように考えることの方が自然だった。その方が自分のその時の気持ちにぴったりとした。赤ガエルは依然として同じことを繰り返している。はじめのうちはこれで6回、これで7回などと面白がって数えていた私は、そのうち数えることもやめてしまった。川の表の日差しが陰り出す頃からは、赤ガエルの行動は何か必死な様相さえも帯びてきた。再び取り掛かる前の小休止の時間もだんだん短くなっていくようだった。一度はもうちょっとのところで向こう岸に取り付くかと見えたが、やはり流された。それが精魂を傾け尽くした最後だったかもしれない。それからは目に見えて力もなく、もろく押し流されてしまうように見えた。坂を下る車の調子で力が尽きていくように見えた。吹く風もにわかに冷たくなってきたし、私は諦めて立ち上がった。東風のアマガエルは飛びつくことに成功したが、この赤ガエルはダメだろう。私は立って裾のあたりを払った。もう一度最後に川の表に目をやった。私は思わず目を見張った。ほんのその数瞬の間に赤ガエルは見えなくなってしまっていた。私はまた中州の突端に取り付いて浮かび上がる彼の姿を待っていたが、今度はいつまで経っても現れなかった。ついに成功して向こう岸にたどり着いたのだとはどうしても思えなかった。私は未練らしく川のあちらこちらを何度も眺め回した後で、とうとうそこを立ち去ってしまった。しかし川を沿うて下ってまだ5軒と以下のうちに、思いもかけぬところで再び彼と会ったのである。今度はすぐ目の下、こっち岸に近いところだった。そこは水も深く、大石がいくつも並んでいて、激して泡立った流れの余生が石と石との間で投葉したり渦を作ったりしていた。そしてそういう石影の深みの一つに赤ガエルは落ち込んでいるのだった。こうなった順序は明らかだった。押し流されるごとに中州の突端にすがりついていた彼は、もうその力もなくなって流されるがままになったのだ。巣を挟んで一つに合わした水の流れは大きく強くなって、溢るような勢いでこっち岸へ叩きつけてよこしたのだ。事態は赤ガエルにとって悲惨なことになってしまっていた。彼は投葉する波に全く翻弄されつつある。かろうじて浮いているに過ぎないようだが、それが彼の必死の姿であることは、彼の浮いている石影のすぐ近くには渦巻きがあって、絶えずそこへ彼を引きずり込もうとしていることからもわかるのだった。彼に残された活路はたった一つきりだった。石に這い上がることである。だがその石の表たるやほとんど直立していて、その上に水垢でテラテラにすべっこくなっているのだ。長い後足も水中では跳躍力も効かず、無力に伸ばしたりかがめたりするのみだった。時々彼の前足は石の小さなくぼみに取り付いたが、すぐにくるっとひっくり返って赤い斑点のある黄色な腹を虚しくもがいた。私は何か長い棒のようなものを差し伸べてやりたかったが、そんなものは辺りには見当たらなかった。今はただじっとその奇数を見守っているばかりである。やがて赤ガエルは最後の飛びつきらしいものを石のくぼみに向かって試みた。そうしてくるっとひっくり返ると、黄色い腹を上にしたまま何の抵抗らしいものも示さずに、むしろ静かにスーッと消えるような趣で渦巻きの中に飲み込まれていった。私は流れに沿うて小走りに走った。赤ガエルが再び浮くかもしれぬ川面のあたりに目を凝らした。しかし彼は今度はもう二度と浮き上がっては来なかった。私は
辺りが急に死んだように静かになったのを感じた。事実、にわかに薄暗くなっても来ていた。私は歩きながらさっきからのことを考え続けた。秋の夕べ、不可解な格闘を演じた挙句、精魂尽きて波間に没し去った赤ガエルの運命は、滑稽というよりは悲劇的なものに思えた。彼を駆り立てていたあの執念の原動力は一体何であったのだろう。それは依然わからない。わかるはずもない。しかし私には本能的な生の衝動以上のものがあるとしか思えなかった。活動に入る前にじっとうずくまっていた姿、急流に無に無参に突っ込んでいった姿、巣の端につかまってほっとしていた姿、すべてそこには表情があった。真理さえあった。それらは人間の場合のようにこっちに伝わってきた。明確な目的意志に基づいて行動しているものからではなくてはあの感じは来ない。ましてやあの波間に没し去った最後の瞬間に至っては、そこには刀折れや尽きた感じがあった。力の限り戦ってき、最後に運命に従順なものの姿があった。そういうものだけが持つ静けささえあった。馬とか犬とか猫とかいうような人間生活の中にいるああいった動物ではないのだ。カエルなのだ。カエルからさえこの感じが来るというこの事実が私を強く打った。動物の生態を研究している学者は案外簡単な説明を下すかもしれない。赤ガエルの現実の生活的必要ということから卑近な説明をするかもしれない。その説明は種明かしに類するものかもしれない。そして力に余る困難に挑むこと、それ自体が赤ガエルの目的意志でもあるかのように考えているような私のうぐを笑うであろう。私はしかし必ずそうだというのではない。動物学者の説明の通りであってもいい。だがカエルのごとき小動物からさえああいう深い感じを受けたというそのこと、あの深い感じそのものは学者のどのような説明をもってしてもおそらく尽くすことはできるのである。私は自然界の神秘ということを深く感じていた。私としては実に久方ぶりのことであった。天体のこと、宇宙のことを考え、そこを標準として考えを立ててみるということは私などにも時たまある。それは一種の逃避かもしれない。しかし活然とした救い晴れたような心の状態を得るのが常である。その時と今とは同じではない。しかし自然の神秘を考えるときにもたらされる厳粛な敬虔な引き締まった気持ち、それでいて何か目に見えぬ大きな意志を感じてそこに信頼を寄せている感じには両者に共通なものがあった。私は昼出た時と全く違った気持ちになって宿へ帰った。臭い暗い寒い部屋も不親切な人間たちも今はもう何も苦にはならなかった。私はしばらくでも俗悪な社会と人生とを忘れることができたのである。私は翌日その地を去った。携えてきた一冊の書物も読まず、ただあの赤ガエルの印象だけを記憶の底に留めながら、病気で長く寝つくようになってからも私は夢の中で赤ガエルに会った。私は夢の中で色を見るということはめったにない人間だ。しかし波間に没する瞬間の赤ガエルの黄色い腹と紅の斑点とは怪しいばかりに鮮明だった。